みちです。今回のテーマは、無明からの脱却3です。目次は、仏法の目で心を見る。K の心の毒。心の五毒から見た K と先生の違い。無明から脱却する方法です。仏法の目で心を見る。以前 DVD で夏目漱石の心を見たことがあります。この作品は学生時代に小説で読んだことがありますが、文章も綺麗でしたし、その時には非常に文学的な感動を覚えました。しかし今、仏法を学ぶようになって、もう一度そのようなドラマを見てみると、とても不思議な感情を受けたのです。内容については知っている方もおそらく多いでしょう。まず、主人公が先生と称する初老の人に出会います。先生は教養のある人で、主人公が先生のもとに通っているうちに、先生が実は自分には苦しい過去があるという話を始めるのです。その内容は最後に遺書の形で残されます。それによると、先生は学生時代にある未亡人のところに下宿していましたが、そこのお嬢さんに恋をします。その時にお寺の息子の K という学友が医学部から文学部に転部したことで親から感動され、学費がなくなり、その下宿に転がり込んできたのです。そして面倒を見てやるからお前も入れと一緒に住んでいたら、転がり込んだ K がまたそのお嬢さんに恋をするようになるのです。そこで K が、お前はあのお嬢さんが好きかと先生に聞くと、いや、そうでもないという返事です。そうかとまた K は悶々としています。しかし、ある時先生が我慢できずにお嬢さんに求婚してしまうのです。すると未亡人の方から、よござんす、差し上げましょうと OK が出るのですが、後で K がそれを聞いてショックを受け自殺してしまいます。K の自殺の後、先生とお嬢さんとは結ばれて結婚するのですが、子供もなく暗い日々を送ります。やがて明治天皇が崩御し、乃木将軍が殉死したのを聞いて、先生は自分も死んでしまいます。そして遺書を主人公の青年に託しました。このような簡単なストーリーです。これはこれで昔は青春の葛藤、恋の葛藤というように捉えていたのですが、今改めてこの作品を見てみると、いろいろなことに気がつくのです。お寺の息子である K という青年について、昔は死んだ人を悪く言ってはいけないというぐらいの気持ちしかなく、純粋だったのだなと思っていたのですが、今見てみると違うのです。K の心の毒。前回、前々回の動画で心の五毒について述べましたが、K にはこの心の毒が見て取れます。まず、貪欲なところがあります。自分は親に感動されていて、経済的基盤もない。それで友人に経済的援助を受けて下宿に入れてもらった。そんなに金もないし、親から感動されているし、学業もまだ達成できていないにもかかわらず、そこのお嬢さんに恋をして結婚したいなどと言い始めた。これは貪です。一種の貪欲さです。男性たるもの、経済的自立、社会的確立なくして結婚しようというのは、やはり10年早いのです。お寺の子供であって、仏道修行をしているような雰囲気をにじませながら、実はそういう貪欲があるのです。それから仁、怒りがあります。友人が自分を出し抜いたということに対して、自殺という行為によって報復するわけです。これは自分はそれでいいかもしれませんが、自殺された側であるお嬢さんや友人に対して不幸な影を投げかけ、ある意味では憑依霊になって一生つきまとうわけですから、この怒りというのも正当な怒りではありません。それは自分が愚かなゆえに起きたことであって、やはり不当な怒りだと思います。それから知があります。あまり賢くはありません。学生時代に下宿に入って、たまたまそこに綺麗なお嬢さんがいて結婚したくなるというのは、これはもはやミミズに飛びつく魚と同じような本当に単純なことであって、やはり世間知らずの一言に尽きるわけです。社会に出て活躍すれば、まだまだいくらでも自分に合った女性はいるわけです。また、光明思想で立ち直ったりなど、いくらでもできます。そういうことを知らないで、お寺の子だから自分は悟っているのだというような生悟りの気持ちを持っていました。しかし、本当の意味での知恵を持っていなかったのです。そういう知があります。それから慢もあります。先生の方には自己批判をして自分自身をいじめるような自虐的な気持ちがまだまだありますが、自殺した K 自身にはお寺の子として育ち、精神的に一途に生きている人間であって、そういう欲に振り回されるような人間ではないというような自己規定があるのです。そういう自分が簡単に破れてしまったものだから、生きていられなくなって自殺に走るのです。こういうところにやはり一つの慢があるように思います。それから疑、疑いです。友人に対する疑い、お嬢さんや奥さんに対する疑い、それから親に対する疑い、世間に対する疑い、心の中はもう疑いでいっぱいだったろうと思います。すべてのものが隠れたところで自分を迫害するように動いていると思うわけです。ただ、K がストレートに下宿のお嬢さんに結婚を申し込んだら受けてもらえたかどうかを考えてみると、おそらく断られたに違いありません。なぜなら、K は親に感動され、経済力もなく居候している身であって、お嬢さんからしたら結婚するには不安要素だらけで現実的ではないからです。にもかかわらず、友が裏切ったかもしれない、他の人はどう考えていたのだろうか、といろいろなことを考えているうちに悶々となってくるわけですが、ここに義があるのです。心の五毒から見た K と先生の違い。要するに K は貪、仁、智、慢、義の5つを全て満たしているのです。そして自殺に至ったわけですが、当然地獄に落ちて不成仏です。しかし地獄に落ちて不成仏になったその原因は自分が作っているのであって、そこから脱却しない限り天国には上がれません。それは友達のせいでも、その奥さんになったお嬢さんのせいでもなく、本人自身の問題です。地獄にはこんな人が大勢いるのです。
他人のせいにしたまま、あるいは自分自身のことを解決できないまま死んだ人がたくさんいます。やはりそれは乗り切っていかなければならないことであり、それができないのは自分の弱さ以外の何者でもありません。あるいは無明そのものなのです。明かりがないという状態そのものです。それを知らなくてはなりません。一方、お嬢さんを手に入れて結婚した先生の方は、子供もできず暗い人生を送って、最後には自殺して死ぬわけですが、この人を見てみるとどうでしょう。貪欲かといったらそれほどでもありません。ごく正常だと思います。それから怒りはどうでしょうか。自分に対する怒りは多少は持っていますが、それほど強く持ってはいません。また、愚かかといえば愚かでもありません。教養のある人です。それから慢心があるかといったら慢心もありません。その代わり最後の義があるのです。自分に対する疑い、他人に対する疑い、それから親が死んだ時に叔父に騙されて財産を奪われたという疑いがあります。人間不信です。この義の部分があります。この義の部分が結局また自己不信にもなって最後の自殺にもつながったのだろうと思います。仏法の目で見ると夏目漱石の心に出てくる主人公2人は、1人は5つの項目の全てに引っかかっていて、もう1人は1項目に引っかかっています。このような違いがあるということが分かってくるようになるのです。無明から脱却する方法。このように人生には心の毒から生じる様々な苦悩がありますが、ほとんどが無明に起因するものです。無明から脱却するためには何をする必要があるかというと、結局、まず仏法の知識をきちんと学ぶことです。そして、それを単に紙の上の活字で学ぶだけではなくて、体得しなくてはダメなのです。体得するとはどういうことかというと、自分の身の回りに起きることについて解決していくだけの力を持つということです。そうしないと、本当の意味で知識が知恵になっていきません。ペーパー上の丸抜で100点を取れる人は大勢います。それは記憶力が良ければ、あるいは時間をかければできることです。しかし、それを実体験で自分の生活で活かしきれるかどうか、これが鍵なのです。仏法の知識を体得しきらない限り、本当の意味で無明からの脱却はしていないと言えると思います。以上の話を参考にして、あなた自身の問題を解いていただきたいと思います。まとめ、仏法の目で夏目漱石の心を見ると、主人公の2人には心の毒があることがわかる。K には、頓、仁、智、慢、義の心のごとくすべてがあり、先生には義がある。心の毒から生じる人生の苦悩の原因は無明にある。無明から脱却するためには仏法の知識を学び、それを実践し、自分の身の回りに起きることについて解決していくだけの力を身につける必要がある。そうして初めて無明から脱却し、心の毒を取り除き、人生の苦悩を解消することができる。今回は以上です。